前年の鈴鹿4体を制し、トップライダーへの階段を上り始めた彼にとって初の鈴鹿8体は夢の舞台だった。ミニバイクレース始めた時から8体は知ってましたから、ロードレースよりもやっぱり8体の方がやっぱり僕鹿児島生まれなんですけど、鹿児島でも知られてるような大きいレースだったので、いよいよそういうのに出れるのかっていうのもあったし、初めて出た時にいわゆる一緒に走るライダーさん、テレビで見た人ばっかりじゃないですか。ガードナーさんとかルーハンとか、もちろん競い合うことはできないから周回遅れになる時に会うぐらいだったんですけど、抜かれてもガードナーだよとかルーハンだよって感じで、夢心地というか、本当にそういう舞台に立ってるんだなっていう感じはしましたけど。決勝が雨の中スタートしたのは台風のため6時間に短縮された1982年以来のことだった。そして序盤から転倒者が続出した。スタート直後に転倒したのはダリル・ビーティー。全日本 500cc チャンピオンの伊藤真一とのペアで上位進出を目指していた。3周目の転倒は青木三兄弟の次男青木拓磨、兄信篤とのペアで初出場。マシンは市販車ベースの RC30 だった。マシンを修復して再スタートを切るが、今度は信篤がダンロップコーナーでハイサイド転倒。青木兄弟の初めての8台はわずか45分で終わってしまった。雨は間もなく上がり、路面は急速に乾いていく。そんな中 GP ライダーのマイケル・ドゥーハンがトップを快走。レインタイヤのまま豪快なスライドコントロールを見せる。過去2勝を挙げながらここ4年は月に見放されているワインガードナー。成長著しいドゥーハンとのペアで3勝目を狙っていた。タイヤを前後ともスリックに交換しガードナーがコースイン。この時点でトップは31番のヤマハケビン・マギー・ダグ・チャンドラー組。2位は16番のホンダ宮崎昌司・岩橋健一郎の日本人ペア。11番のガードナー・ドゥーハン組は3位となる。トップのチャンドラーがピットイン。マギーに交代。こちらもタイヤをスリックにチェンジした。上位2台のピットインで16番の岩橋が一時的にトップに立つ。その後方ではガードナーの真後ろにマギーが迫り、オーストラリア人同士の2位争いが白熱する。間もなく岩橋がピットイン。ガードナーをかわしたマギーがトップに立ち後続を引き離していく。ところが再び雨が降り始めた。たまらずピットに入ったマギーはレインタイヤにチェンジ。チャンドラーに変わることなくピットを離れる。本田陣営は雨は激しくならないと判断。リアタイヤにカットスリックを選択。ドゥーハンがマシンを預かる。ヤマハの読みは外れてしまった。雨はそれほど強くはならず路面はほぼ乾いたままだった。
レインタイヤでペースを上げられないマギーをドゥーハンが抜き去っていく。マギーは再びピットイン。今度はタイヤを前後ともカットスリックにチェンジする。しかしまたしても読みは外れてしまう。雨はいきなり激しさを増し、カットスリックでの走行は不可能だった。ウェットからドライ、そして再びウェット。いい加減にしてくれと言わんばかりに11番のチーフメカニックジェリー・バージェスがミシュランのタイヤサービスに走る。気まぐれな天候に翻弄される各チーム。スタートから間もなく2時間30分という早い段階でライトオンのサインが出された。雨は上がったものの路面はウェットのままだった。11番のガードナー・ドゥーハン組がトップを快走。31番のマギー・チャンドラー組はタイヤ交換の判断ミスが悔やまれる。そして3位には16番の宮崎・岩橋組がつけていた。逃げるドゥーハンを懸命に追う岩橋。しかしデグナーカーブの2つ目、岩橋は一瞬白線に乗ってしまう。次の瞬間、16番の RVF はコントロールを失った。白線乗ってしまった。そんな飛ばしすぎっていう感じじゃなかったんですけどね。確か前が見えへんのが一番辛かった。路面が徐々に乾いていくとトップのドゥーハンの背後にチャンドラーが急接近。ここから2台のトップ争いが白熱する。残るはおよそ2時間30分。ここに来てトップ争いはがぜん緊迫した状況となった。31番のヤマハはチャンドラーからマギーにチェンジ。そして11番のホンダはドゥーハンがピットイン。この時2位のマギーにはおよそ50秒の差をつけていた。タイヤはリアにスリック、フロントにカットスリックを選択。ここから一気にその差を広げる作戦だった。しかしフロントタイヤの交換に手間取り大きくタイムロス。この間にマギーがトップに浮上する。ガードナーがコースに戻った時
およそ50秒あったリードは20秒のビハインドに変わっていた。しかし緊迫したトップ争いは意外な形で決着を見る。自身3度目の勝利に向けてトップを快走するマギーだったが、午後5時39分、逆バンクでコースアウトしたマギーは痛恨の転倒。すぐにマシンを起こしたマギーは再スタートを切るが、コースサイドの芝生は雨で濡れていた。これでガードナーが再びトップ。レースは残りあとわずか。逃げるドゥーハン、追いかけるマギー。トップのドゥーハンが最後のピットイン。ガードナーにマシンを託す。ガードナーの過去2回の優勝は自らの速さでもぎ取ったものだった。しかしこの年はドゥーハンが広げたリードをガードナーがキープする作戦。明らかに世代交代の波が押し寄せていた。89, I crashed into a back marker. 90, we had the problems. So 91, when we finally did win it, and again it was a fairly strange race. It started off wet, and then dried out, and then started to pour with rain, and then dried out. So it was quite an exciting race as well. So to win it, it was such exhilaration, such I guess it was almost I was happy. Where it was one of the world's biggest events, not just in Japan but globally, and that every rider wanted to do it because all the other good riders were there, and all the manufacturers put a lot of emphasis in it. All the riders were there, put in a lot of emphasis in it. So if you won it, it was almost like winning your own mini world championship. With Mick, we had Mick's very fast, and we had tricky conditions, riding in the rain and then in the dry. But look, with a partner like Doohan, you have every chance to win, and there was no mistakes by him or by myself, and we ran a strong race all day, and we won fairly easily that year. ガードナーにとっては3勝目、ドゥーハンにとっては初優勝。2位にはマギー・チャンドラー組、3位にはフォガティ・ヒスロップ組が入り、この年の表彰台に日本人ライダーの姿はなかった。Necessary to win an 8-hour race is obviously a good team.
a consistent teammate, a lot of consistency with your own concentration, and a lot of luck. You know, there's so it's a tough race. It's a very rewarding race to win, but as I've mentioned, there's so many variations in the race, lap after lap. Everything's changing, and the slow guys to the fast guys is such a big variation also, that, you know, mentally it's a very challenging race. Look, it's always, to come out of Grand Prix and come and do this, it's always an intrusion into what you're trying to do in the world GP scene. But I seen it as a race that I think that was important for myself, part of my history. I felt that it was my starting point and my springboard into my Grand Prix career, and I felt like I have to come back here for the fans. It was something that I didn't have to do, but I wanted to do. 32歳のワインガードナーにとって10回目の鈴鹿8体。グランプリで好調のマイケル・ドゥーハンはタイトル争いに専念するため、21歳のダリル・ビーティと組むことになった。そしてガードナーはこの年をもって二輪レースからの引退を決めていた。 This is my 10th and final time, and I'm going to go out and try and do my best, and if I can win the last time, it'll be for the fans. この年世界グランプリ 500cc を戦うケビン・シュワンツが鈴木ファクトリーから参戦。しかし左手の怪我とマシンの戦闘力不足に苦しみ、本来の速さを発揮できないままマシントラブルで戦列を去った。そして33番のホンダはフレディ・スペンサー。グランプリ 500cc で2度のチャンピオンに輝いたスペンサーは1980年以来12年ぶりの8体参戦。しかし序盤に転倒し追い上げのレースを強いられた。トップを快走する11番のホンダ、ガードナー BT 組。この年のライバルは同じマシンに乗る日本人ペアだった。ゼッケン8番は日本人初のポールポジションを獲得した竹石真也と岩橋健一郎。レース序盤には竹石が BT とトップ争いを展開するが、燃料系のトラブルで交代を余儀なくされた。そしてこの年もう一台の主役となったのがゼッケン7番の伊藤真一、辻本聡組。あの当時は本当辻本さんが結構頑張ってたんですよね。確か復帰されてなんかこう久々のレースか何かで本当に自分よりも頑張ってたもんですから、その走りを見て自分もなんていうかな、それにこう負けないように一生懸命走ろうと思って頑張っていたんですけども。残り2時間、トップの11番ガードナー BT 組と2位の7番伊藤辻本組の間にはおよそ1分の差がついていた。ここから辻本が気迫の追い上げを見せた。吉村で頭角を現した辻本は鈴木のライダーとしてキャリアを重ねてきたが、この年からホンダ陣営に加わり全日本の 500cc クラスを戦っていた。そして引退を表明したガードナーにとってはこのセッションが鈴鹿8体ラストランとなった。午後6時30分、ガードナーがピットイン。BT にマシンを託す。この時辻本は試験から最終コーナーに差し掛かっていた。ピットアウトしたばかりの BT はペースを上げることができない。その BT を逆バンクで辻本がパス。今度は辻本が BT を突き放しにかかる。7番の伊藤辻本組には最後のピットインが残っていた。辻本は
伊藤に交代するまでに少しでも BT との差を広げておきたかった。午後6時40分、ライトオンのサイン。その直後、トップの辻本がピットイン。伊藤にマシンを託す。辻本のピットインの間に再び BT がトップに浮上。2位の伊藤との差は20秒となっていた。辻本の快走に刺激された伊藤は1周につきおよそ1秒ずつ BT との差を削り取っていく。ここに来て11番のピットに動きが出た。なんと BT にピットインの指示が出された。ガソリンは間に合う計算だったが、伊藤とのトップ争いで予想以上に消費していることも考えられた。気づいたタイム差はおよそ20秒。過去にガス欠の経験を持つホンダの究極の決断だった。素早くガスチャージを終えた BT がピットアウト。その真後ろに伊藤が迫る。それまでおよそ20秒あった伊藤との差は5秒にまで縮まり、土壇場のトップ争いが白熱する。日本人ペア初のフルタイム8時間制覇なるか。午後7時3分、1台のマシンがヘアピン手前で転倒。これに気づいた BT はややアウト側に避けてからヘアピンを通過していく。そして BT を追う伊藤はせめてピットに戻ろうとする伊藤。しかし7番の RVF はスプーンカーブで完全に沈黙した。自分のミスでその辻本さんの努力をこう水の泡にしちゃったんですね、あの時は。なので自分が転んでどうのよりも、あの時は本当に辻本さんに申し訳ないなっていうのと、もちろんチームクルーに申し訳ないなっていうので、あの時オイルだったんですけども、それを見逃してしまったっていうので、本当に自分自身本当に申し訳ないという気持ちでいっぱいでした、あのレースは。はい、BT はその場通ってますからね。2秒3秒前かな、通って確かになんかちょっとグラッと来たのが見えてたんですよ。あれ何かなと思って自分が行ったらもうバイクから落っこってたんで、だからやっぱりその辺のなんていうのかな、後ろから追い上げて、もう本当にテールランプしか見てなかったんで、見えるんですね。走ってるとだんだん見え始めて、テールランプが近づいてきて、ずっとそれを見てたんですよ。ですからちょっと路面に対して不注意だったのかなと思いましたね、あれは。
ダリル・ビーティがトップでチェッカーを受けたその瞬間、ワインガードナーは前人未到の鈴鹿8対4勝目を達成した。ニール・マッケンジーとペアを組んだケビン・マギーが2年連続の2位、武石真也と岩橋健一郎のペアがトラブルを乗り越えて3位表彰台を獲得した。 Daryl's a good rider, a good support rider for me. Again, the bike was very good that year, very strong. The years of sort of 90, 91, 92, the RVF was a very strong bike, very strong, better than the rest of the competitors' machines. So Daryl rode a very sensible and controlled race. We were strong all day, and again, we had a pretty easy win that year. 翌年からより改造範囲の狭いスーパーバイクへのレギュレーション変更が決定。1993年が TTF1 レギュレーション最後の年となった。マイケル・ドゥーハンは前年のオランダグランプリで重傷を負ったが、見事な復活を遂げて鈴鹿8体に出場。ワインガードナーが引退、ホンダのエースナンバー11番はドゥーハンとダリル・ビーティに委ねられた。右足が不自由なドゥーハンは左手リアブレーキレバーを装備したマシンでポールポジションを獲得した。1993年の鈴鹿8体で最も注目を集めたのはこの男、エディ・ローソン。1992年限りでグランプリを引退したローソンだが、ホンダのオファーで復活。ペアライダーには辻本聡が選ばれた。前年に3位表彰台を獲得した武石真也と岩橋健一郎のペアはこの年も優勝候補のリストに名を連ねていた。ヤマハの日本人ペアは 500cc チャンピオンの藤原紀彦とマシンの開発を担当する永井康友、そして前年の全日本 TTF1 でタイトルを獲得した川崎は鈴鹿8体制覇に並々ならぬ闘志を燃やしていた。ライダーにはスーパーバイク世界選手権を戦う2人、スコット・ラッセルとアーロン・スライトを起用した。91年、92年と、その上位には入れるんですけど、なかなかその表彰台に立てないということで、最低表彰台というイメージでは言っとったんですけど、絶対勝てるかどうかいうのはやっぱりまだ不安でした。というのは川崎の場合はGP のライダーがねエントリーしてというのがなかったんで、やっぱりそこのライダーのところはやっぱり少しハンディがありますので、なかなか最初から絶対勝てるいうのはやっぱり難しい。その代わりやれることは全部やって臨もうという方針で、93年、91年2年の反省で93年は1年間まるまるいろんな意味でいろんなトライをして、とにかく準備をちゃんとしていこうということで、臨んだと。序盤は川崎のスコット・ラッセルとホンダの武石真也のマッチレースとなった。ラッセルと武石のバトンの間にエディ・ローソンが追い上げ、
トップ争いに割り込んできた。11周目、ローソンが竹石をかわしトップに浮上。そして後方から追い上げたダリル・ビーティがラッセルをパス。これでホンダの 1,2,3 フォーメーションとなる。さらに後方では21番のヤマハ藤原紀彦と2番の川崎北川圭一が5位の座を争っていた。トップのローソンは安定したペースで周回を重ね、間もなく1回目のピットインを迎えようとしていた。しかし24周目の逆バンク、ローソンはオイルに乗ってしまった。代わってトップに立った竹石がピットイン。その直後11番のビーティもピットイン。予定通りのガスチャージとタイヤ交換をこなす。8番のチームスタッフは岩橋をトップのまま送り出そうとするが、エンジンの始動に手戻り、その横をドゥーハンがすり抜けていく。トップに浮上したドゥーハンはその差を広げにかかる。しかし87周目、ドゥーハンもオイルに乗ってしまった。Crashed in some oil over the back or through the S's, something with that. So again, it wasn't a happy ending to to the 93, and I think 93 was the last year I competed. After that, I didn't. Thankfully, Honda sort of kept me just for the Grand Prix, and I was happy with that, especially with the limitations I had after the accident I had in 92. It was difficult for me to compete in that type of event. もう1台のホンダにもトラブル発生。竹石岩橋組は予定外のピットストップを強いられてしまう。代わってトップに浮上したのは21番のヤマハ藤原長井組。2位には1番の川崎スコット・ラッセル、3位には24番のホンダ青木拓磨が続く。一方トラブルで交代した8番の日本人ペアは決して諦めることなく激しい追い上げを見せた。竹石真也が1台また1台と前を行くマシンをかわしていく。青木拓磨のパートナーマイク・スミスをかわした竹石は間もなく残り3時間という段階で表彰台圏内の3位までポジションを挽回。続いてゼッケン1番川崎のアーロン・スライトが目前に迫る。
間もなくスライトをかわしてトップと同一周回まで上がろうというその時、武石のマシンにまたもトラブルが発生。追撃もここまでだった。一方トップ争いはヤマハの藤原長井組を川崎のラッセル・スライト組が追う展開。トップの長井は順調に周回を重ね、日本人ペア初のフルタイム8時間制覇の夢が膨らんでいた。しかしレースが終盤に差し掛かったところでストレートを通過する長井がピットに合図を送る。これも予定外のピットインだった。順調にトップを走行していたが、ここに来てクラッチトラブルが発生。長井の夢が崩れ去っていく。ヤマハの日本人ペアの脱落で川崎のラッセル・スライト組がついにトップに浮上。そして序盤の転倒で交代したローソン辻元組が2位までポジションを挽回。ノントラブルで走行を続ける青木スミス組が3位につける。まあなんとか追いつきますか。いやちょっとわかんないです。まあ1回か頑張ってほしいです。トップのラッセル・スライト組は至って順調に走行を続けていた。しかしレース終盤、チームスタッフが青ざめる瞬間があった。ヘッドライトがついていない。ライダーがつけるのを忘れているのか、それともつかないのか。無事にヘッドライトが点灯。スライトからマシンを預かったラッセルが最後の走行に出る。2位のホンダローソン辻元組はトップに1周の差をつけられているが、まだまだ諦めてはいない。ガスチャージのみでそのままコースインした辻元がラッセルを猛追する。ゴールまであとわずか。ついにラッセルを捉えた辻元はトップと同一周回となった。それはチームの意地、ライダーの意地だった。土壇場の転倒は9番の鈴木ピーター・ゴダード。試験員で何台かが絡むアクシデントだった。トップのラッセルが転倒車両にあわや接触というギリギリのラインで試験員を通過する。見守るスライト、ほっと一息。転倒したゴダードはピットに戻りガムテープで応急処置。こうなったら見た目よりもチェッカーを受けることの方が大切。そしてスライトにとって川崎にとって悲願達成のその時が刻一刻と近づいてくる。スコット・ラッセルがトップでチェッカー。
TTF1 最後の鈴鹿8体は川崎の初優勝という結果で幕を閉じた。やれることは全てやったということでレースに行ったんですけど、かなりいろんなチームのね、他の本田さんのチームあたりがいろんなトラブル、山田さんのチームもトラブルがあって、最後は残り 5% ぐらいのラッキーがですね、幸運がうちに巡り込んだかなというようなことでした。だから私としてはやれやれというような気が強くてですね、嬉しいどうのこうのいうよりもやっぱし、なんとか目標達成できたなという気持ちの方が93年の優勝の時は強かったですわ。スーパーバイクライダーで勝ったいうのは自慢でしたね、はっきり言いましてGP ライダーじゃなくて、それではうちのチームの唯一のね自慢でした。ハンディキャップついたで勝ったなというのはありましたけどね。最後に意地を見せたローソン辻元組がトップと同一周回の2位でフィニッシュ。そして青木拓磨が初の表彰台を獲得した。川崎に初優勝をもたらしたスコット・ラッセルとアーロン・スライト。翌年この2人は鈴鹿8体の歴史に残る激しいトップ争いを演じることになる。1994年からマシンのレギュレーションはそれまでの TTF1 からより改造範囲の狭いスーパーバイクへと変更された。前年の覇者スコット・ラッセルはスーパーバイク世界選手権でもチャンピオンを獲得。当然鈴鹿8体2連覇を狙っていた。1992年の世界耐久チャンピオンイギリスのテリー・ライマーが新しいパートナーとなった。前年にラッセルとのペアで川崎に初優勝をもたらしたアーロン・スライト。1994年はホンダに移籍。スーパーバイク世界選手権のチームメイトダグ・ポーレンとのペアでこちらも2連覇を目指す。そしてこれで最後と宣言したエディ・ローソン。今度はヤマハのオファー。1990年以来の優勝が課せられたミッションだった。ペアライダーは永井康友。しかし終始マシンのセッティングに苦しんだローソンは本来の速さを発揮できないまま最後の8体を終えることになった。ヤマハの日本人ペアはこの年からスタートした全日本スーパーバイクを戦う2人、藤原紀彦と吉川航が組むことになった。ホンダのゼッケン6番は世界グランプリ 500cc2 年目の伊藤真一とこの年ホンダワークス入りを果たした竹石真也。24番のホンダは青木兄弟のペア。兄の信厚は世界グランプリの 250cc で2年目のシーズンを戦っていた。全日本を戦う弟の拓磨はこの年 250cc からスーパーバイクにスイッチ。7番のホンダはベテランの辻本聡とこの年全日本の 250cc にデビューしたばかりの加藤大二郎。ちなみに2人の年齢差は16歳もあった。18歳の大二郎は初めて乗るスーパーバイクを難なく乗りこなし大きな可能性を予感させた。そしてホンダのスーパーバイク RVF
RC45 の名前にちなんだゼッケン45番は世界グランプリ 250cc を戦う岡田忠幸と全日本 250cc チャンピオンの宇川徹。これが後にミスター8体と呼ばれる最多勝男の8体デビューとなった。94年に初めて出た時にやっぱ8体で優勝すると GP ライダーになれるんじゃないかとか、そういう時代だったから GP への近道じゃないけど、だから絶対優勝してそこそこ這い上がって GP 行きたいって思ってたし。この年から新しい予選システムスペシャルステージが始まった。ライダーが1人ずつクリアラップで1周のタイムアタック。そのタイムで最終的なスターティンググリッドが決まる。ライダーにとっては実力をアピールする絶好の機会だった。このスペシャルステージに意欲を見せたのはゼッケン6番ホンダの武石真也。2分12秒614、暫定のトップに立った。まあぼちぼちいきますと言いつつ宇川は狙っていた。東コースの区間タイムでは武石を上回る速さを見せた宇川。2分11秒台も期待された。ところがスプーンカーブの手前までは区間トップで行ってて、もう自分でもよしいけるって思ったらスプーンね縁石まで乗っちゃって、それでも倒してたんだけど結局そのまま曲がりきれずに転んだりして、最初から目立ってって思ってたから自分の中では。だからまずそこでこう落ち込んだ落胆した部分もあったし、逆にやっぱり8体っていうとペアライダーがいるでしょ。しかもそれ僕岡田さんだったんで大先輩じゃないですか。その人にね迷惑かけちゃうわけだし、そんな甘くないんだなと、って思いましたね。そして最後に登場したのは前年のウィナー川崎のスコット・ラッセル。ただ一人2分11秒台の最速ラップを叩き出し武石を逆転。スーパーバイク元年のポールポジションはスコット・ラッセルのものとなった。94年は総決算のつもりで棚ぼたではなくて実力でとにかく勝ちに行こうというのが94年でした。気持ちとしてはですね。さあ今ゴーサインだ、ゴーサインが出た。塚本宇川レース序盤は5台のワークス勢による激しいトップ争いとなった。 250cc ライダーの加藤大二郎は4人の全日本スーパーバイクライダーを相手に互角以上の戦いを見せていた。4周目スプーンカーブで武石が転倒。マシンに大きなダメージはなくすぐにコースに復帰するが、この時点で早くも優勝争いからは脱落してしまった。そして後方から1台のマシンが激しく追い上げていた。それはゼッケン45番の宇川だった。スペシャルステージで転倒、
38番グリッドからのスタートながらオープニングラップで早くも14位まで挽回。その後もハイペースで追い上げた鵜川はトップ争いに加わる勢いを見せた。38番手からスタートしてたから絶対挽回するんだと思って走ってたし、逆にそれが裏目に出ちゃった部分もあるんだけどね。もうちょっと後ろにいれば多分巻き込まれなかったかなと思うんだけど。12周目、ダンロップコーナーでヤマハの永井康友が転倒。マシンは大破、マフラーからは炎が上がる。その直後、ヘアピン先の 200R で1台のマシンが転倒。しかしそれだけでは済まなかった。転倒車が炎上。そこにトップグループが差し掛かり、藤原、鵜川、加藤の3台が次々とスリップダウン。スタートから30分、鈴鹿8隊史上初の赤旗中断となった。みんな転んでる。藤原と加藤の怪我は大事に至らなかった。しかし首にダメージを負った鵜川はヘリコプターで病院に搬送された。頸椎、要は首の骨頸椎骨折、5番6番かな、6番7番圧迫骨折ですね。ヘアピン入る前110あるぐらいの時にもう燃えてたと思うんですよ、その転んだオイル出して車両が。だから若干なんか煙かなんかが上がってるなーって思ったような記憶があるんだけど、そんなことお構いなしにまっちゃん入ってったら、藤原さんも転び、大二郎も転び、僕も転んで、あと、何台かその後の集団も何台か転んでるんだけど、もう下もあっという間でしたね。オイル乗ると本当に氷の上みたいなもんだから、もう何もすることもできずに、意識があった時には火のちょうど脇のクラッシュパッドらへんにいて、で意識はあるんだけどこう起きることができないみたいな、そういう感じ。そしたら救急車来て「大変だ大変だ」ってね、いや僕も足動かないし「どうなってるんだ」ってパニックになって、そしたらそのままヘリコプターで病院運ばれちゃったから。12時59分を回っています。レースは8対8の2ヒート制となった。中断までの30分を第1ヒート、残りを第2ヒートとし、両ヒートのタイムの合計で順位が決まる。見る側には正確な順位が把握しにくくなる心配があったが、その後のレース展開は至って分かりやすく、そしてエキサイティングなものとなった。レース終盤、2台に絞られたトップ争い。11番のホンダポーレンスライト組と3番の川崎ラッセルライマー組、4人のワールドスーパーバイクライダーたちがこのレースの主役となった。接近戦を続ける2台が最後のライダーチェンジ。それぞれスライトとラッセルがコースイン。ここから鈴鹿8隊史上永遠に語り継がれるであろう伝説のドッグファイトの幕が切って落とされた。最後のライダー交代の時にダグ・ポーレンからアーロン・スライトにね変わる最後の交代の時に、アーロン・スライトがシールド、ヘルメットのシールドを少し開けてた状態にいた。でその時にガソリンを給油したそのガソリンが吹いちゃって目に入った。だから彼は見えない状態でそれでスタートしていったんですよね。後から聞いたんですけど3ラップぐらいはもう本当に危険な状態だったというふうに言ってましたね。
の時は複雑でした。というのは相手がですねアーロン・スライド選手でしたから、もともと93年の時のですねスコット・ラッセル選手とパートナーを組んでた選手でしたから、彼にも川崎から移って、本田さんでしたけど頑張ってほしい思いはありました。当然うちのチームラッセルにも負けてほしくなかったし、非常に微妙な気持ちでですね、あとは2人がトラブルとかなんとか転倒で決着つかずにですね最後まで走り切って、どちらか1位になったらやむを得ないなと。だけどいずれも川崎のライダーというイメージで私2人とも見てましたんで、ただね、祈るだけですよ。もうこけないで抜かれないでくれと、もう最後までとにかくトップを守って走ってくれというのを祈るだけですね。ホンダに移って1年目だし、で去年川崎で勝って、で今年やっぱりホンダで勝ちたいという気持ちはあったんでしょうね。川崎時代は多分想像するにね、ラッセルの下というかナンバー2という位置づけがあったんじゃないかという気がしますよね。でそれでホンダに移籍して、で彼に勝つ、だから実力は決して俺は下ではないんだというところを見せたかったのかもしれないね。暗闇の中でね、激しいバトルっていうのは息が詰まったね。いやそれはみんな黙って手に汗握って見とったと思いますよ。暗い中でしたからね、一番トラブルが起こりやすい、転倒が起こりやすいような時期でしたから、なんか転倒だけであっけなくですねというような気はしてましたけど、ギリの戦いをやってましたんで、チームとしてよりも、モータースポーツのファンとしては、見に来られた方も非常に盛り上がったレース、感動したレースじゃなかったかなというふうに、思ってました。お客さんのことを考えたらああいうレースやっぱり素晴らしいんだろうなというふうに思いますよね。スライトは後からスライトに聞いたんですけどね、川崎のヘッドライトが非常に明るいんですって。だからアウトから来るのかインに来るのかよく分かったって言うんですよ。だから非常に抑えやすかったと言ってましたね。あれはね、あれだけの8体のレースは見たことないですよね。優勝ダグ・ポーレン、アーロン・スワイト組。そして第2位はスコット・ラッセル、テリー・ライマー選手組。さあそして第3位です、伊藤真一、武井慎也選手組です。いろんなマシンも心配だった年だったし、それから性能的にも十分出てなかった年だったし、いろんなアクシデントもあった後だったし、その中で、やっぱり勝てたっていうのはね、やっぱりほっとしたね。
史上初の3連覇を狙うアーロン・スライト。そのペアに選ばれたのは世界グランプリ 250cc クラス3年目の岡田忠幸だった。しかしスライトは土曜日のウォームアップ走行で転倒、手首と足首を負傷してしまった。確か土曜日か朝のフリーで、アーロンが転んだんですよね。で転倒して手がすごく腫れちゃってかなり痛みがあったんですけども、その時点で僕が頑張んなきゃいけないなっていう、逆にその勝ちに行く、気持ちに変われたというか、その時点で、はい、この年各メーカーの日本人ペアの顔ぶれは例年以上に充実していた。この時期ってね、かなり日本人ライダーが実力を上げてきた頃で、結構その各メーカーの日本人ライダーがいい走りをしてたんですよね。だからゼッケン11番つけてるとのエースチームではあるんだけども、もしかしたら他のライダーがうちのね、中のうちのライダーが、来るかもしれないという気持ちはありましたけどね。なんで負けなくちゃないんだ俺が岡田にとか、そんな感じでみんなやってましたからね。確か当時岡田とスライトでしたっけ、あの時で。それが一応トップチームと言われてはいましたけど、別にそのチーム負けるわけねえよなってうちらも思って走ってましたんで。で僕も竹内さんも予選は2番手だったんだけど、なかなか好調で、このままいけば絶対優勝できるよねなんて話してたぐらいで。そしてこの年平忠彦がプライベーターとして鈴鹿8隊に戻ってきた。1990年の初優勝から5年、すでに現役を引退していた平はあえて2気筒のストリートバイクヤマハ TRX850 で参戦した。今回我々っていうのはある程度年齢がいった私も30代ですし根本さんも40代ですから、それぞれの年代でモータースポーツの楽しみ方ってあると思うんですよ。オートバイというと10代20代っていうふうに皆さん考えられるでしょう。やっぱりモータースポーツはそうじゃないと思うんですね。そんな形で精一杯エンジョイしながらね、我々の年代でもこういう遊び心があれば楽しめるんだっていうところを皆さんに見ていただければ、もっとそのモータースポーツにね、興味を引く人もいると思いますから、そういう形で、レースに参戦していきたいと思います。快晴に恵まれた決勝当日、ポールポジションにマシンを並べたのはゼッケン1番川崎の5番と北川組。暑いっす。毎年のことですからね、問題ないでしょ。最後ゴールをウカに取ってもらおうと思って。いや僕去年転んでるからとりあえず自分のペースを守って走ります。もちろん優勝を狙って頑張りたいと思います。辻本さんと頑張りますんで、ゼッケン4番応援してください。よろしく。頑張りましょう。よろしく。ないですよ、無理言っちゃ。レース最初はダメだ俺去年飛び出してるんですか。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ゴー！序盤からトップ争いを展開したのは11番の岡田と6番の竹石。2台の RC4 号が激しくトップを奪い合う。トップ2台から少し離れて川崎の北川圭一とヤマハの永井康友が3位争いを展開。永井はこの年スーパーバイク世界選手権にフル参戦。ヘアライダーのコーリー・エドワーズは
世界選手権のチームメイトだった。岡田と高石の接近戦はなおも続いていた。しかしトップ争いは意外な形で決着を見る。まだ俺の8体終わったと思って武井さん転んじゃって、でとりあえず武井さんそのままピット入ってきて、で、バイク直して、で僕が走り始めたんだけど、転んだ時に砂吸ってて、でそれがエンジントラブルになって10周ぐらい走ったのかな、10周以上したらエンジン壊れちゃって、でピット入ってきて、でその時はねまたねすごいことにヘッドを組み替えてるんですよ。ピットロード上でね、ピット前で。それでもそれぐらいメカは走らせたいと思ってヘッドを組み替えたのね。でエンジンまでかかったの。結局やっぱり何が起きるか分かんないでしょ。それがまたエンジン壊れてオイル吹いてってなるとまた迷惑がかかるからやめっていう話になって。だから本当そういう意味ではすごく辛かったですよね。なんかメカもそんだけ一生懸命やってくれたし。さらにレース序盤はアクシデントが続出した。好位置につけていたゼッケン1番の川崎北川がダンロップコーナーの入り口で転倒。逆バンクで激しく転倒したのはゼッケン24番青木拓磨のパートナーマイク・ヘイル。マシンは大破。しかしここからがメカニックの腕の見せ所だった。一方トップ争いは4番の伊藤と11番岡田の戦いとなっていた。共に1993年から世界グランプリに参戦。伊藤は 500cc、 岡田は 250cc を戦う。その2人のバトルが見られるのも鈴鹿8体ならではのことだ。ゼッケン24番のホンダはマシン修復後に青木拓磨が戦列に復帰するも再び転倒してしまった。それでもメカニックは諦めずにマシンを修復。24番の青木ヘイル組はトップから10周遅れの32位で完走を果たした。11番と4番のトップ争いはなおも接近戦が続く。11番は岡田からスライト、4番は伊藤から辻元にチェンジ。スライトは怪我の痛みを抱えながらも辻元に食い下がる。
トップ争いの2台は11番がスライトから岡田、4番が辻本から伊藤にそれぞれチェンジ。ピットアウト直後にペースを上げられない伊藤を岡田が抜き去っていく。ここから岡田は渾身の走りで伊藤を突き放していく。これまで国内海外の 250cc クラスで活躍してきた岡田はこのレースで大排気量マシンへの順応性をアピール。翌1996年から V 型2気筒マシンの開発を兼ねて 500cc クラスにステップアップを果たした。後方の3位争いは17番のヤマハ全日本スーパーバイクチャンピオンの吉川航と2番の川崎藤原克明の戦い。この年川崎入りを果たした藤原克明も大きな可能性を秘めていた。吉川が藤原紀彦にチェンジ。その間に2番の川崎は3位の座をほぼ確実なものとする。この年鈴木から川崎に移籍した柳川晃は初の3位表彰台に向けピットを離れた。トップ11番のホンダは岡田がスライトにマシンを委ねる。4番のホンダは伊藤から辻本にチェンジ。しかしトップスライトとの差は大きかった。スライトにとってゴールに向けた夜間走行は前年とは全く違うものとなった。この年のスライトは怪我に苦しみながらもフェアライダーの岡田の力走に助けられた。ちょうど1年前の同じ時間帯川崎のスコット・ラッセルを相手に激闘を繰り広げたことを思えば極めて平和な夜間走行となった。そしてスライトは自らの3連覇岡田の初優勝に向けて栄光のチェッカーフラッグを目指した。岡田がね素晴らしい走りをしていましたね。だからアーロン・スライトは岡田を本当完璧に信頼してましたね。それは偉業でしょう。3連覇っていうのはあのレースで3連覇するっていうのは一生することすら難しいわけですよね。で8時間のレースとなるとまず1台の車で当然ながら2人複数のライダー乗るわけですからそれすら難しいことですよね。セッティングを違えばコース条件が変わったりでバックマーカーがいたりでそういうその不安定要素がいっぱいある中で8時間を3年間トップで走るというのはやっぱ半端じゃないですね。速さだけでは絶対なれない。いやそれは気持ちいいっすよ。やっぱり一番上でファンの皆さんに、自分の名前の声援がこう聞こえてくるわけですよね。なかなかそのスプリントレースだと観客の皆さんも入って来れる身近にね表彰台の下まで来れるかって言ったらなかなかそういうレースもないんで、8体だけはチェッカー後は観客の皆さんも表彰台の下まで入ってこれるというすごい親近感があって
さらに第1戦を送っていただけるんでね、非常に達成感を感じる表彰台ですからね。8体の表彰台ってやっぱお客さんもダーッと入ってくるし、夜だからそのフラッシュのその感じとか、やっぱ普段のレースとやっぱ違って、やっぱこうしかも8時間走り終わった後のその達成感みたいなのもあって、なんかこうやっぱテンションも上がるし、まあ、涙は出てこなかったですけど、やっぱりこうやり遂げたっていう感じはしますよね。他のレースでやっぱり感じれない、まあ、感動みたいなものはありますよね。やっぱり表彰台、まあ、3位ですけど、まあ、もちろん優勝が一番偉いんですけど、まあ、みんなもやっぱ喜んでくれるし、それはそれでやっぱ格別なんでしょうね。全ての条件が揃わないと難しいんで、とにかく、厳しいレースです。過酷なだけあって完走した時の達成感というのがスプリントレースにはない充実感みたいなものが非常に強いスポーツですね、レースです。1996年ニューヒーローが登場した。ファクトリーで出るのは初めてでした。僕らのチームは多分大穴だったと思うんですよ。大穴で、まあ確実性のあったチームはまあお兄のチーム、お兄のチームは2号チームだったんで、まあ、藤原さんと吉川さんのコンビがヤマハのメインチームというかねだったと思うんですけど、もちろん頑張ってほしかったけれども、その優勝じゃあ十分狙えるかって言ったらそうじゃなかったですね。コーリンはまあともかく、乗り行きはまあそうですね、もうなんか一発やったろっていう感じですよね。そうですね、予選で一発のタイム出なかったんでね、ちょっと存在感がないような感じなんで、決勝では思いっきりアピールしたいです。前年の優勝ペア、ホンダの11番スライド岡田組がポールポジションから積極的にレースをリード。この年ホンダはこの11番を含む4台のワークスマシンを投入していた。対するヤマハは3台体制で臨むが、2周目のヘアピンで早くも藤原が転倒してしまう。この年のグランプリで 500cc にステップアップしていた岡田はさらに強さと速さを増していた。後方では4番の青木拓磨が2位に浮上。青木も全日本スーパーバイクでチャンピオンを獲得。そのペアはスーパーバイクの2年連続世界チャンピオンカール・ホガティ。ホンダの選手層の厚さはライバルメーカーを圧倒していた。上位のワークス勢が1回目のピットイン。この時45番のヤマハエドワーズ羽賀組は4位につけていた。この後アクシデントが次々とワークス勢を襲った。17番の本間俊彦が転倒。ヤマハ勢は3台中2台が転倒してしまった。26周目の試験員7番のホンダ伊藤からチェンジしたばかりの辻本が転倒。その直後岡田と交代したスライトも2コーナーで転倒。3連連続ウィナーの転倒は予想外の出来事だった。スライトの4連覇、岡田とのペアで同一ペアによる連覇はこの時点で不可能となってしまった。
ホンダワークスの4台中2チームが脱落したが、トップに立ったのはゼッケン4番のフォガティ青木組だった。しかしフォガティはあまりペースが上がらず2分14秒台での走行。その後方から2分12秒台のハイペースで1台のマシンが迫っていた。ゼッケン45番ヤマハの羽賀紀之だった。まさかファクトリーから8体出るなんて思ってなかったんで、名古屋で友達とかと遊んでたら当時のファクトリーのプロジェクトリーダーから電話があって、なんかコーリンが紀之の走りは俺と似てるとか、なんかそんなような話で組みたいとっていうオファーがあって、何をですかみたいな感じで、8体をみたいな感じで、そうですかみたいな、分かりましたみたいな感じで、話が決まってって感じですね。41周目 130R でトップを奪った羽賀はそのままの勢いでフォガティを突き放しにかかる。その2周後、5番のヤマハ吉川航が転倒。マシンは炎に包まれ再スタートは不可能だった。ヤマハの期待を一身に背負う形となったコーリー・エドワーズ、羽賀紀之組。その背後にはフォガティからチェンジした青木拓磨が迫っていた。59周目のヘアピン、青木はエドワーズをかわしトップに浮上。今度は逆に青木がその差を広げていく。一方41番のホンダは鵜川徹。この年のペアはアメリカのスーパーバイクチャンピオンリゲーロ・デュハメルだった。本当は伊藤さんと組む予定だった。 TRF かな。そうだから直前まで本当にその予定だったんだけど、全然僕のタイムが遅くて、結局ね、その GP 行って時差ボケでテストしてとかってやってたら、全然90それこそ5年なんかよりも遅いタイムしか出なくて。93周目、9番の鈴木ラッセル・ライマー組がマシントラブルでリタイアとなった。一方のトップ争い、青木拓磨からチェンジしたフォガティの背後に再び羽賀紀之が接近。この年の全日本スーパーバイクではホンダの青木拓磨とヤマハの羽賀紀之がマッチレースを展開。この鈴鹿8体でも間接的にではあるが青木と羽賀の戦いになっていた。そしてフォガティは迫り来る羽賀のプレッシャーに負けた。序盤戦にホンダ3台ぐらいバタバタバタって止まったり転んだりして、で残りフォガティとタクマが組んだチームだけが残ってて、演出的にはフォガティをやっつけたっていう形にはなったんですけど、ホンダワークスは4台中3台が転倒で脱落。そして114周目、4位を走行する鵜川も不運に襲われた。でホンダ総潰れの年なんですよ。最後まで生き残ってた僕らのチームがなんと8位からなんかいきなり4番手なんか3番手ぐらいまで来てて、やっぱ耐久ってこんなもんだななんて思ってたら、僕が、周遅れ2コーナーですね、2コーナーでインから
抜いたらその人がこうねアウト側から来てるんだと思ってこうかぶせてきちゃってその人とぶつかって転んじゃったんですね。いやまあでもドキドキしながら走ってましたよ。でまあ周りの、渡さんとか本間さんとか当時藤原さんとかみんな部屋一緒だったんで、まあ休んでる時会うじゃないですか。どうしようみたいな感じでドキドキ「いいんだよ、このままマイペースでいけばいいんだよ」っつって励まされながら、とりあえず最後の走行は一番ね2時3時とかの走行に比べてすごい楽で、当然コースもねどこにオイルがこぼれてるかとかも分かんないし、いつ転倒を巻き起こしちゃうかっていうのも分かんない状況の中だったんですけど、最後のセッションは目つぶっても走れましたね。8体鈴鹿はぐらいもうぐるぐる回ってそんなような状況で、夜は夜でねなんか残りの 2,3 週なんかはやっぱり止まるなよって思いながら鳥肌立ちながら走ってましたよ。1996年の鈴鹿8体を振り返るとき、ホンダワークスの4台が脱落したことでヤマハのエドワーズと羽賀がトップに出たという者もいる。しかしそれだけではない。若き2人が操る45番のヤマハ YZF は最終ラップに突入した時、すでに前年のスライト岡田組がマークした212周の記録を更新していた。どちらかというとあれはちょっとびっくりしましたね。あんなにうまくいくもんかっていう感じの勝ち方で、僕らとしたら将来性を勝って出したのに勝っちゃったっていうでもあれで今はご存知のように2人ともブレイクしてますよね。もうビッグになってくれたっていうのがものすごく嬉しいですよね。あれ僕はもう結構長いこと8体やらせてもらってるんですけど、8体を通していろんなライダーとやらせてもらって、今はもちろん他社で乗ってるライダーもいっぱいいるんですけども、そうした中でその8体で一緒にやらせてもらった時にはまだそんなビッグネームじゃなかったのが、8体で活躍したことでビッグネームになっていくっていうのはものすごく嬉しいですよね。やらせてもらっててね、ライダーと。僕らは多分大穴だったと思うんですけどね。でもウィーク通して僕らは一番良かったじゃないですか。全部トラブルもそんなになかったし、そういう運もあったんだと思うんですけどね。でも今考えると全てがなんか若かりしノリみたいな感じで、イケイケがなんか全てをまとめてくれたみたいな感じなんですけど、すごいですねやっぱ8体の表彰式は。感動しました。やっぱりすごいなって、これが8体で勝つとこういうことかみたいな。ヤマハのコーリン・エドワーズと羽賀紀之が214周の最多周回記録を打ち立てて優勝。21歳の羽賀と22歳のエドワーズは史上最年少の鈴鹿8体ウィナーとなった。It's good. It's good. I feel good about the fact that I'm 22 and Haga's 21, so it's a good young pair paired together, and it paid off today. And yeah, Yamaha. Without Yamaha, we couldn't do it. And I just thank them, as much as I can. いやコーリン選手と結構息が合ってたんで、絶対今回はいけるっていう。昨日も寝ながら優勝する夢を見たんで、もう言うことないですね。やっぱりこの8体で勝つっていうことは。まだ史上最年少を破られてないっていうことは、若いライダーが8体に出てないっていうことですもんね。ダメだ。
それじゃダメだ。